私霊感のある友達知り合いが2人いるっていう、そのうちの1人私のお友達なんですけど、その人についてる守護霊とかがはっきり見えるだけじゃなくて、その人のなんていうんですかね、その人のオーラとか見えたりとか、あとはなんだろうな、ちょっと本当に大変ななんか天災、その災害が起こる時とかにそういうなんかそのイメージというか、なんかその天気予報の日本地図みたいなのがこうテレビ画面に出てきた時に、なんかそのある地方だけすごくなんか黒いのがバーってなってる。それと一緒にその数字のコンビネーションがこう一緒にこうパパパパって出てきて、なんだろう、なんかすごい嫌な感じがするなって思ってたら、その数字のコンビネーションの日に本当に歴史的な大災害が起こったみたいなことがあったりとかする子で、はい、しょっちゅう見てるんですよね、霊とかは。でその子がある日テレビ番組を見てたんですって。したらそこでその当時最近亡くなってしまった芸能人の方が生前レギュラー出演されてたバラエティ番組があって、それでその方をこう悼む追悼番組みたいなのをやってたんですよね。でその思い出のエピソードみたいなのが紹介されて、でこうねしんみりした感じでここがこの方が使ってた楽屋なんですよねみたいな感じで、こうスタッフと番組出演者一同から花束ですみたいな感じで花束手向けられて、ではなんか惜しい人亡くしましたねみたいな感じでこうスタジオに画面が切り替わった瞬間にその人がいるんですって、スタジオのセットに。でその楽屋に手向けられた花を持ってお辞儀してるって見ちゃって、でもうその子もうパニックになっちゃって、うわーみたいな。もちろんスタジオの人間は見えてないんですよね。見えてないです。その方だけ画面を通しているのが見えたわけでしょ。そうなんですよ。見えてて、でうわーみたいな、いるみたいな、怖い怖い怖いってその旦那さんとかに言って、見えないのあそこにいるよって言って、わーって言ってたら、その人とチャンネル割っちゃったらしくって、お前何怖いとか言ってんのみたいな、すんげえ詰められて、テレビの中からチャンネル割っちゃって、何怖いとか言ってんのお前失礼なのよみたいな感じで言われて、ずっとすいません本当すいませんってずっと詰められたっていう。ごめんなさい、すごい面白い話。あんまりあれですけど、何年ぐらい前の話ですか？その方もちろんお名前はいいんですけど、はい、男性女性でいうと？女性です。女性のバラエティの方？そうですね、タレントの方ですね。はい。その結構怒りそうな方なんですか、その方って？はい。出た。これいつも聞いてるやつ。いやいただきました今日。いやごめんなさい、今お名前をお聞きしまして、確かに大活躍されてましたけど、すごい人気のある方でしたよね。急にねちょっとお亡くなりになられてしまって、ただキャラクターでしょうけど、確かにそういう口調になりそうな方ですよね。でもね、すごいのがね、花束を持ってスタジオでお辞儀してたってことは、その人は一応見えないけども視聴者の皆さんにもどうもっていうふうになんかその番組を見てくださった皆さんにこう挨拶のようなことでスタジオに来られてたんでしょうね。うるうる来ちゃいました今。ただその後ですよ、僕すごく面白いと思ったのが、だってテレビを見てその方見えたわけじゃないですか。でもそのテレビってもう何万人見てるわけですよね。できっとチャンネルがあったのはもうその人だけってことなんでしょうね。ですよね。でそこにピンポイントで、すごいな。だから幽霊ってテレビ自分が出た時に、無数に見てる人の中から「あ、私のこと見えてる」とか言ってる人がパーンってこう分かって、そこにピンポイントでいけるっていうねえ、そういうことなんですかね、やっぱり。それがなんかすげえ話だなって思っちゃってすごいですよね。何怖がってんの、おかしいよね怖いとかおかしいでしょ、やめてよそういうのとかってすいませんすいませんって言って、へえそうなんですよ。いやすごい話よかった
でその方すいませんって言ったらじゃあそれでスーッと帰って行かれたっていう。もうかなりなだめて何時間もなだめてお帰りいただいたって。じゃあ番組終わってんのにまだ。そうです。じゃあ画面映ってないのに。終わってからもずっと責められてた。だってどこにいるんですかその時は。どこって言ってたかな。テレビから出てきたんですかね。ですかね。どういう状態なんですよね、チャンネル合ってる状態っていうのは。ああ、確かに。そんな話せるような距離に来るんですかね。不思議ですね。不思議な話。いやちょっと思わず大声出しちゃいました。面白い話ですね。いいリアクションもらえてよかった。ありがとうございます。そうでそうご先祖様がみたいな話してたじゃないですか。で私こう気になって自分の前世みたいなのを調べてみたことがあったんですよね。そんで、なんかちょっと不思議な先生のとこ行ったんです。なんか私は過去世と未来世とあと宇宙に更新してなんかあなたの前世を暴きますみたいな方で、でちょっともう興味本位でねこう見てもらったんですよ。で私の前世どんな感じですかって言ったら、じゃあ私聞きますねとかってこうやってなんか通信し始めて、でなんかどうもどっかの国の女王様でしたよって言われて「そうですか?」って言って「国名とか分かります?」って言ったらなんかまた通信し始めてなんかアルタなんとかみたいな国ですねって言って「そうなんですか?」って全然その時はね聞いたこともない名前だし、帰ったら調べようと思ってで調べてみたらヒットしたんですよね。なんか記事でアルタイの王女っていうのが出てきたんですよ。でそれは要はなんかそのアルタイ王国っていう国のシャーマン的な、占いでこういろいろね見える力を使って実験をね実際に握ってるような人のミイラが発掘されましたっていう記事が出てきたんですよ。実在した国なんですね。そうなんかカザフスタンとかあの辺の内陸のところにある国みたいで、そこの王国のミイラが出てきた。ですごくいい状態だからこれもなんか博物館に寄贈しようみたいな感じになって発掘作業も進めて、その博物館に収めたはいいけど、なんか次々その発掘に関わった人とか博物館の関係者に次々と不幸が起こって、アルタイの王女の呪いだみたいになったんですよ。で最終的になんか戻さなきゃいけなくなったみたいな感じになったんですけど、その記事を見ながらなんかうちの前世なんか掘り起こされてすっげえ怒ってんなみたいな、なんかちょっと気まずい現世の自分みたいななんかすいませんみたいな、なんかすいませんみたいな、なんかもともとそういう気性荒い感じだったんですかね。掘り起こしやがっててめえらみたいな。でもね今回コラボでね手相見させていただきましたけど、そういう性格ですもんね。私すごい執念深いんですってさっきおっしゃってましたもんね。生まれる前からそういうことなんですかね。受け継いでるのかもしれない。受け継いでる、一応まだ亡骸が私が今生きてる今もねそこにあるっていうことなんですね。一回ねこのコロナが明けたら旅行がてらね、そこにご挨拶なんか行ったらもしかしたらすごい涙が出てくるとか不思議な体験とかしちゃうかもしれないです。しちゃうかもしれないですね。ちょっとぜひその機会またあったら教えてくださいね。行きたいですね。行きます。その際はぜひ。なんか確かに王女っぽく見えてきましたね。アルタイの王女っぽく見えてきました。でもたまたまねヒットしましたけどね。だからこそ強い守護霊に守られてるっていうことがあるのかもしれないですよね。ですかね。